んばんは。雲のマブイです。なら四角です。砂漠戦線ではガーラ第4部隊と歴代影たちの睨み合いが未だに継続。カカシ第3部隊は次々と忍び刀七人衆を封印。姿だけではなくチャクラをも真似て変化するその術にすぐに作戦を練りますのでしばしお待ちを。ラブレターを受け取りその場で振ったとのことですが、これは事実でしょうか？今はそれどころじゃねえだよシャンナラ8尾と9尾の陣中力 B 様とナルト君は綱手様と雷影様を説得し、中継はつながりませんか？機材の調子が悪いのでしょうか？何をやっとるんだあいつらは。中継の途中でしたが、これでナルトは出てこざるを得ない。白絶を処理するためにはこの手そこのけと我らがナルトが迫ります。兄弟愛と親子愛、ナルトの中に見た太陽。ごめんなさい、綱手様は男ではありませんでした。ナルトは少しそういうところがある不思議なやつだ。だが今はナルトに任せるしか道はない。さくら、ちょっとこの個人配列のデータ見てみて。つまりこの白いやつは初代火影の分身体。よくわからんが、俺は植物からあんたたちを守るということなんだな。白いやつが変化し戦場を撹乱しているのは聞いた。マダラとオロチマルの初代への執着がこんな形で一つになろうとはな。それでモヤモヤしたもんがいくつも感じ取れたんだ。分かってるってばよ。おとなしく捕まったりしねえよ。世界が欲しいだけのまさに悪党ってやつだ。やり方は違ってもあいつは本心で平和を望んでた。そうだな。強いて言うなら完全体になることか。一度鉄の国でマダラと話した。内川の因縁についても聞いた。どっちにしろマダラをぶっ倒してこの戦争は俺が止める。それに初代火影の細胞で動くように改造された植物の力の加減をしなくて済む螺旋岩。じゃあ全員敵だ。螺旋弾丸、螺旋球弾。右螺旋手裏剣。ここは俺の影分身とガマヒロさんに見張らせる。あの方は俺たち雲隠れの血形限界ジトン使いのトロイ。磁力を与えられたものが別のものに触れるとさらに磁力が移る。お前の体とあの方の手裏剣が引き寄せ合うってことだ。螺旋弾。大丈夫かおっちゃんたち。こんなところに来てはダメです。今白いやつが仲間に化けていて本部の守りを固めようと F と一緒に走っている時にはぐれてしまって。 B のおっちゃん、みんなのところへ行くってばよ。これ以上下がるわけにはいかん。敵の出方を見る。他里の者ならともかく自里の忍びと戦うのはしのびない。里の子たちは成長し先代のわしらを超えてくれる。お、すごい砂の波だ。これは四角一尾の力。砂金。この砂に砂金を混ぜ込んで砂の動きを鈍くできる。チントンのおかげか。前より砂の力が強くなったな。チントンってことはまさかあれが弟子の大野木のガキか。俺はもう父様の作った陣中力ではない。今あんたたちを操っている輩どもに資格を抜き取られ俺とは何だ。あの千代バーがそんなこと。それに友だと。かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。砂と木の葉。ガーラ、これはお前を助けるためにみんな走ってきた。父様、あなたに6度殺されかけ俺も風影となった今、
里を守るために里への脅威を排除するのも。この若さで影を名乗っておるが、他の影も皆一目置いとる。ならそのちょびひげもか水影。お前の息子か。いい忍びだな。3人目にしてやっと適合できると分かったのじゃ。他国との取引材料を集めておかねば。それに資格をどうにかせんと。ヤシマル、後で話がある。明日ガーラを見極める。里の人々を避難させた後でガーラを追い詰める。本当にそれでいいんですか？だからこそそれを取り上げても暴走を抑えられるぐらいでなければ。さすがですね、ガーラ様。あなたを殺すように言われたのです。いずれ里にとって危険すぎる存在となる。いえ、それは違います。心の奥底できっと私はあなたを恨んでいた。そう思い、私はあなたを愛そうと必死でした。その時から一生治らない心の傷を私は負っていたのでしょう。そうすればあなたは存在し続けるという願いを込めてね。この世を恨んで呪いながら死んだ姉さんの怨念を。この江戸天聖の術、少しは価値のある術だったかもな。陣頭を使う俺に人数は関係ない。お前しか俺を止められん。そこで勝った里がその後主権を握る。そうか。どうやら頑固じじいにはならなかったみたいだな。砂金の砂を上に上げさせるためだったか。死んでもなおガーラ様を守りたかったんだろうな。お前に風影としての人生を与え、初めて父様からの薬を渡してくれた。いよいよ戦いのようだな。一体どいつらだ。久しぶりに会ったことになるんだろうが、死んでたんですぐな気もするな。なるほど。だから変わって見えたのか。それ俺のおかげ。それまで結構こいつは日陰。そんなこともなかったってばよ。とにかくみんなのおかげでここまで来られた。どうやら僕が先に見つけたようだね。8尾と9尾。そういや俺もあんたに聞きたいことがあったんだ。まだ喋ってんのに。後ろで操ってるやつの言いなり。あんたの極秘任務のことを聞かされて。極秘任務？まさかマダラが？ってことはマダラの言ったことはやっぱ本当だったんだ。でもサスケはあんたの意思を受け継ぐどころか木の葉を潰す気でいる。カカシ先生とヤマト隊長は一緒にいたから。万象天員。潮瀬の術。後ろだ。分かってる。オッケー。なんだってばよこれ。剣術。
目を覚ませ。アマテラスもつく海も食らったら終わりだぞ。万華鏡車輪ガンだ。なぜそこまで弟にこだわる。あいつは抜け人だろう。お前はすでに現実の中だ。お前はサスケを連れ戻したがっていたな。運よくサスケがおとなしく里に帰れば確かにそれでいい。なんでサスケがそんなことするわけねえだろ。そうなった場合、お前は奴を止められるのか。その力使う日が来なければいいがな。神羅転生。こうなったか。アマテラス。来た。よって江戸天聖の術は打ち消された。カラスの左目に仕込んでおいたのだ。ことは松か。うちは最強の現実使い、春心の死水か。まさか自分自身にかけることになるとは思わなかったがな。自己犠牲、影から平和を支える名もなき神。俺も里の疑惑を受けることでその手伝いをした。俺はその目を死水と同じ気持ちを持っていた。お前に渡した。だからこそサスケを止められるのはナルトお前だけだと思った。なぜ死水の目で初めからサスケにその術をしなかった。それにサスケには俺の死を利用していろいろとしてやりたいことがあった。あんたは里のために十分すぎることやったじゃねえか。この葉を守る。そんでもってサスケも殺さず止める。神羅転生。神羅転生。ガキど。これって